皆さんこんにちは、イグです。今日は購入品をちょっと紹介して雑談とともに手帳タイムをしていきたいと思います。今日の雑談テーマはこちら。新しい文房具って使う前が一番楽しい説。結局いつも同じペンに戻ってくるのなんで？買ったのに使ってない文房具正直あるよねという話をしながら手帳を書いていきたいと思います。皆さんもぜひ手帳を開いてお耳を貸してください。はい、ということで今日はですね、ロフトネットストアからちょっとだけお買い物をしました。今月はこのね、フクロウさんのブックカバーを購入したので、早々にお小遣いがピンチになりまして、そのピンチの中ロフトネットストアでですね、もっと本当は欲しかったんですけど、選んで3つだけ購入しました。そちらご紹介したいと思います。まずはこちらです。もったいないメモ、竹雄ペーパープロダクツって書いてますね。こちらはですね、竹雄のファインペーパーを使用したスクエアメモって書いてるんですけど、メモ帳なんですが、すっごい色良くないですか？これね、5色カラー展開されてて、このピンク系、一番多分この上の色だけしか見えないんだけど、全部ネットでは全部見れるけど、ちょっと省略しますね。ここの色だけで紹介すると、ピンク系、グレー系、黄色系、青系、緑系っていう5色展開になってて、150枚入りスクエアメモなんですけど、いやー、この色がめっちゃ綺麗。他の色はですね、この上の色はいいんだけど、中に入っている色はちょっと暗くてペンが乗らないかなって思ったり、明るすぎるかなって思ったりして、このピンク色のがね、一番和っていう感じで和風っていう感じでね、すごい良かったのでこちらを選びました。紙の専門商社である竹雄だって。すごい。時代に合わせてリニューアルする紙や、惜しくも現在限りで終了となってしまう色や厚みがあり、そうした紙は新しい紙の材料へと循環していきます。なくなる前にもっと多くの人に触れてもらいたい、そんな思いから数量限定のメモを作りました。なくなっちゃう紙で作ってるの。だからもったいないメモなのね。こんな色がなくなるとかちょっと寂しいんじゃない？これどうやって開けたら綺麗に開く？貼りたいね。でもこう文具ジャンクジャーナルに貼りたいから綺麗に開けたい。私ね、メモ帳に書いて貼るっていうことを今やってるので、メモ帳って言ったら飛びつくんですけど、ここからハサミ入れた方がいいかな。メモ帳って言われたら飛びつくんですけど、もったいないメモってなんだろうって見た時にね、綺麗な色だったので購入しました。これね、ロフトでやってる、今もやってるデコレーションパーティーだっけ、デコレーションパーティーの中の商品ですね。その中から今回3つ選んでます。一応点乗りされてまして、めっちゃ綺麗だし、いいね。このザラザラ、サインペンにじむ感じのザラザラ、もう和紙ではないけど和紙っぽい。そして超分厚い。これ厚みは多分全部一緒。厚みまで書いてないか。色はもみじ、リンドウ、わらって書いてる。めちゃくちゃ和風で可愛いんだけど、これにも書いて貼ったりシールでデコしたりねしても可愛いよね。いや可愛い。こちらはね550円。こうでしょ。いや可愛い。色が可愛い。そして次こちら、クリエイターズメモレトロ印刷さんですね。夏木つなさん、お魚よこせ。この子だけ魚加えてるの。よこせって言ってる子可愛くない？これもレトロ印刷さんだと思ってね、レトロ印刷好きなのでいろいろ見たんですけど、クリエイターズがいっぱいわーっていて、それぞれメモ帳を出してました。多分みんなこの厚さで、385円税込みです。かわいい。結構種類ありましたね。これは夏木つなさん、イラストレーター、漫画家さん。紙質割と普通だけどツルツルはしてない、レトロ印刷っぽい感じの。ここちょっと点線の方眼入ってて書きやすそ
でこのちょっとした半ズレとかがさレトロ印刷って感じだよね。かわいい。これ全部同じ柄が入ってます。何枚 ?20 シート入ってますね。これも日記手帳に貼ります。あれでしょ。で次最後こちらです。バウムデコ動物。これははいラベルシールですね。ラベラーロールシールなので1000枚入ってるやつ。こうかな。ちょっと今サイトを見ながら詳しく紹介できたらなと思ってサイトを開きながら動画撮ってるんですけど、今ロフトのサイトがめっちゃ混雑してるみたいで入るまでにオリンピックみたいに待ち時間があり、なかなか詳細が見れないんですけど、これが在庫切れっぽい。これはあるっぽいけど、これ在庫が不足してますって私の購入履歴から見て書いてありました。これね、この色はさボールペンで上から描いても見えるかなって思ってこの色にしたんですよ。あ、うさぎっぽいのが埋もれてる。これはシールに埋もれてるのか。めちゃめちゃガラスがすごいな。あ、出ました。これは693円。在庫がねないかな。あるものもあるけどこの動物っていうのはなくて、今ね4月の22日の夕方時点で結構こういう淡い感じの色なんですよ全部。だからボールペン乗りそうだなって全部思ったんだけど、この中から2つ欲しいなって思ったんだけどね、1個で我慢しました。だって1個にさ1000枚もついてるからさ、どうせ使い切れないかなと思ってね1個にしました。動物さんかわいい。ほとんど在庫切れでしたね。また入るかどうかわかんないんだけど、こちらを購入しました。開けちゃおう。ここでちょっと今日の雑談テーマ1つ目いくんですけど、新しい文房具って使う前が一番楽しい説ないですか？私だけかな。買ったわーいってこうやってさ開封してる時が一番楽しくてさ、いざ使い始めるとめっちゃなんか休日から日常に戻るみたいな。買った時はやっぱり新しい子が来たみたいな感じで、使い始めるともうクラスメートとして馴染むっていうかさ、あるよね。あ、これは1周目から綺麗に使えるタイプですね。どこまでが柄？ここまでか。これうさぎかわいい。全部言える？これ何？最初から言えないけどバクって空想の動物じゃないの？これアリクイ？あ、違うか。これ何？パンダ、キツネ、アヒル、トラ、ヒヨコ、リス、ハリネズミ、ラッコ、犬、カメ、シロクマ、ペンギン、猫、ウサギ。誰？この子誰？これだけの種類がいっぱい入ってます。かわいいね。これいっぱいあるから貼ろうかな。ね、ちょっとノートに貼ろうかな。でまた手帳タイムがなくなっちゃうか。ここまで貼りたい。うさぎ1周分ですね。1周分。はい、これで購入品は終わりですね。この3つを買いましたっていう話です。デコレーションパーティー2026で購入しました。去年はね英語サイズのでっかいデコレーションシールみたいな、そういうのを買ったりしましたね。毎年あって楽しいね。よし、では新しい文房具って使う前が一番楽しいよねっていう話なんだけど、使い始めるともうさクラスメートみたいに馴染んできて、どれ使おうかなの仲間入りするでしょ。でそれはそれで嬉しいんだけどさ、開ける時ってやっぱやばくない？テンションがっていう話をしたかったんですよ。だから今この文具開けたからうわーって可愛いうわーってなったけど、もう今からこの子たちは使うメンバーに入るのでテンションがねこのうわーのテンションは保てないなって思って。でペンとかもさこういろいろ買って新しいペンが出た、新しいカラーが出たって言って買ってくるけど、その時はさうわーすごい可愛い、書きやすいとか持ちやすいとか大騒ぎするんだけど、結局戻るんだよね。これさ結局いつも同じペンに戻ってくるのなんでって話なんだけど、戻りません？結局は自分の一番書きやすい、私がこの間話したのはこの紙にはこのペンが一番好きっていう、
この紙にこのペンで書く自分の字が一番好きっていうところに戻ってきてしまうんですよね。で今のところこの自分手帳デイズのログだとすっごい見にくいんだけど、この緑のジェットストリームが好きで、見にくいんだけどこの紙にこのインクで書く自分の字が好きで戻ります。結構見にくいからやっぱ黒かなとか、ちょっとだけ青で書いてたこともあって、青もいいなって、このねこっちのデイリーの方は青で書いてるから青もいいなと思って書いたりするんだけど、結局緑に戻りますね。なぜだろうねこれ自分で一番落ち着くっていうか、自分の一番好きなものが出来上がってるからかな。ちょっとよくわかんないけど戻ってきちゃうよねっていう話をしたかったんです。最近こうやって雑談テーマをいくつか決めて、それに沿ってお話をしながら手帳タイムを雨降ってんの今それに沿ってお話をしながら手帳タイムをしてますけど、やってる方はやりやすいですよ。すごいテーマが決まってて。皆さんはどうでしょうか。結構テーマごとに聞けた方が、ここにほらタイトルも入れやすいしさ、聞きやすいとかあるかな。そんな聞いてないか流し聞きで全然大丈夫だから、そこまで真面目に聞かなくても大丈夫ですよ。手帳タイムしながら耳傾けていただけるとそれだけで嬉しいので、購入品紹介とかはね見せたいからぜひ見てほしいんだけど手帳書いてる時は自分の手帳を書きながらで全然大丈夫です。私が字を書いてるところが好きって言ってくれる方はぜひ見てください。すっごい嬉しいんだよねあれで、今日は自分手帳デイズのログをちょっと先に書こうかなと思います。今日外13度の4度って書いてるんだけど、家の中ね25度ぐらいになってて、窓開けても風が入ってこない向きだったんでエアコンを始動しました。エアコンの清掃業者呼んでないんだけど、とりあえずフィルター見ていけるって判断して今日はエアコンついてます。エアコンが一番楽だよね。温度設定したらそこで止まってくれるからさ、結局人間だけだったらどうでもいいんだけど、ロイヤルがいるからさ、いない間に暑くなりすぎたり寒くなりすぎたりするのが本当にストレスになるの。私の大丈夫かなって外でずっと思ってるのってめちゃくちゃストレスだから。でたとえペットカメラつけたとしてもさ、暑くて倒れてるとかそういうの見ても今すぐ帰れるわけじゃないから、ペットカメラってつけてないんですようち。だからね、今大丈夫かな、ハラハラハラってするのが嫌で、そういう面ではエアコンって一定の温度にねある程度保ってくれるんですごい楽。東京に行った時もずっとエアコンもちろんあったから、ロイド先輩の時もずっとエアコンに頼ってましたしね。まあ最後の方エアコン壊れてマジでかわいそうな思いさせちゃったんだけど、うちは北海道の今の家は冬は使えないエアコンなんですね。外が寒すぎて冬は使えないエアコンだから、冬も使えるエアコンっていうのもあるんだけど、それついてなくて最初からね、夏しか使えないやつなんで、今日みたいに外が暖かい日だけつけれるみたいな感じ。エアコンつけたって言ったけど、もう東京ではつけてるのかな。さすがにつけてるか普通に20何度とか言ってるんだもんね。今日は自分手帳デイズを書いてるんだけど、早く寝たつもりではあったんだけど、そうでもなかったね。薬は早く飲んだんだけど、昨日よりは早かったけど、ね、起きたのが昨日3時ぐらいだったから、昨日よりはちょっとだけ早かったけどお昼過ぎ、雨降ってるわ、ザーザー降ってるね。でこの辺のログを書いていこうかな。ランチ、今日はログを書くとさ、このランチを書いたら薬を書くっていうのが染みついてて、そこで思い出すんですよ。飲んでないっていうので、そう結局いつものペンに戻ってくるよねって話つながりで、皆さんのお気に入り、もう絶対ここに戻ってきちゃうペンっていうのがあったら教えてほしいです。黒いペンでもサインペンでも、これだけは絶対変えられないみたいなのがあったらぜひ教えてくださいいろいろ試したい。私ね、ペンに関して食わず嫌いっていうか使わず嫌いをしているものがかなりあるんですよ。なんかね、結構名前でなんか無理ってなるもの多いんですよね。
例えばなんだろう、タプリクリップとかあるでしょ。それもなんか使う気になれないんですね、名前が。ビクーニャとかもそうで、ジュースアップもちょっと使う気になれないペンだったんですけど、ある時ね、ある方に何の悩みの時だっけな私もいろいろペンの悩みとか話してるから、なんか悩みを言ったんです、 X かなんかで。そしたらジュースアップの 0.4 おすすめですって言われたんですね。で使ったことなかったから使ってみますよね。そんなに高いもんじゃないからね、ペンっておすすめされたから買ってみようと思って買ってみたら、今まで食わず嫌いしてたほど嫌なペンじゃなかったんです。で今もそばにあるんですけど、結構ね良かったでさ、最近漫画家さんが領収書書くときにペンを店員さんから借りたのがそのジュースアップ4色の 0.4 だったらしくて、めちゃくちゃ書きやすい、このペン何ですかってなって大騒ぎしたっていうポストをした途端に、めっちゃ他の文具屋さんとかでもそれポストしてたから、めちゃくちゃ売れたんじゃないジュースアップの 0.4、 私も偶然ね 0.4 だったんですよ。これね 0.4 で4色、これ3色だけど4色の緑が入ってる 0.4 のもあるの。結構気に入ってんじゃん自分って感じだけど、でもねほら、私はこの手帳にはこれがいいってなんか決まって戻ってきちゃうから、なかなかね使う機会はないんだけど、そんなに食わず嫌いしてたのは何だったんだろうって思うぐらいのいいペンでした。重さがいいよね、ジュースアップ。ここが鉄ステンレス鉄でだからさ、ちょっと重さがあって書きやすいんですよね。でもここに戻ってくるね不思議だね。今動画撮ってますっていうこと。最近私自身になぜか余裕がなくて喫茶店にも行けてないの。ここ空想喫茶店、この自分手帳デイズ自体もだいぶ空いちゃって、2日ぐらい空いちゃってシールで埋めてる日あるからねここは実家に行った日とか、ここは仕事してた、ずっと仕事。今日水曜日。これせっかく貼ったから貼っとこう。これ誰？デコレーションパーティー2026って書いておきました。ではデイリーに行きましょう。昨日の途中から書いていませんので書いていこうね。昨日もあれですよ、休みというかゆっくりできる日だったので手帳書くぞって言ったけど書かなかった日もうそのままだからね、私の動画のサムネ、書くぞっていう日に書かない説みたいなそのままを有言実行しましたよ、悪い意味で。で今日の議題3つ目に行きますと、買ったのに使ってない文房具正直あるよねっていう話ね。めちゃくちゃあるよ。さっきのジュースアップもそうだけどさ、結局ペン戻っちゃうってことはペン買ったけど使ってないってことだしさ。私の場合はもったいなくて使えないっていうものが特にシールではあります。わーって買って見てってここで紹介するんだけど、もったいなくてしばらく使えないからしばらく鑑賞用になって、私結構新作、マインドウェーブさんは特に新作を絶対チェックしてるんですけど、新作買いました使えません、で次の新作出ました買いました使えません、次の新作出ました買いました使えません、次の新作出ました買いましたぐらいで最初の新作を使い始めるっていう感じだから、4ヶ月から6ヶ月ぐらい経ってからポチポチ使い始めるんですねで使うペースもそんなに早くないから、シール1シート使い切るって結構長くかかるんですよ。特に私はマインドウェブさんのプチプチしたシールが大好きだから数が多いのね、入ってる。だから 1シート使い切るっていうのがすごい時間かかるんだけど、それ使い切る前にどんどん6種類とか6種類セットとかで来るでしょ。たまるもうめちゃめちゃシールたまるわ。それが幸せなんですよ
それがさ溜まって困るとか言うんだったらちょっと問題あるじゃんじゃあ使えよみたいな問題あるけど、溜まるのが幸せだし見るのが幸せだから、自分のペースで使ってストレスなく自分のペースで使いたいなって思った時に1枚使うとか、そういう使い方をしてるからストレスはないんだけど溜まるなーっていうのはあるね。シールに関してはね、あんまりほとんどもうマジでほとんどフリマサイトに出さないんですよ。一回ね一旦整理しようってなった時に使いかけだけどもうすっごい古くってもうこれ使うかみたいな、本当に不要品になりそうだなっていうのを集めて最低金額で売ったんですよ。すごい量は使いかけのシールすごい量を最低金額で売ったらすごい喜んでくれた方がいたんですね。もう本当にお子さんに自由に使わせてあげるシールとしていかがですかみたいな、ポイント消費でもいいしみたいな、もうなんならあげたいぐらいですぐらいのこう押し付けるみたいに出したらすごい喜んでくれて、こんなにはいってこの価格でいいんですかって言われて、もう本当に古いもので申し訳ないんですけどみたいな、色もさ黄ばんできちゃったりしてて申し訳ないんですけどって言って、でそれでも喜んでくれたので需要はあると思うんだけど、コレクションしてるのが好きだからとりあえず全然もうこれちょっと使わないなポイって出すような人じゃないです私は。10年単位でこう持ち続けて10年使わなかったら出すかなっていうぐらい。すごいでしょ、シールに対する愛情が。前世シール大師だったかもしれないシール剥がされたら寂しいみたいなシール大師だったかもしれない。今日は22、今日はなんだろう、久々に雨降ってるから、でも天気のシールなんてないからな。あ、でも今日は外食するって言ってたぞ。そうだ、さ昨日ね X であずましい2人の古いのを見て夫婦で笑ってるみたいなことを言われたので、笑う日常をただね撮って流してるつもりでいたから結構面白いところは撮ってるんだけど、そんなに2人で笑うとこあったかなと思って、どの動画見てんだろうなって思ったらちゃんと書いてて、それをね私たちももう一回見てみたんですよ。2年前ぐらいになるのかな。面白くてさ2人でまた笑ってさ、この頃のうちらめっちゃ面白くないみたいになって、いやこれはちょっと劣化してるぞやばいぞってなってね、そういう古い動画を見るきっかけになったのですごいありがたかったです。ありがとうございますめちゃくちゃ面白かった。自分で言うのもすごいなんだけどさ、すごいクソくらいなんだけどさ、めっちゃ面白かったんだよね。そう、今日ねこの後、今日って今撮影日の話をしてるから4月22日夕方6時からあずましい2人アップされます。更新頻度が低いんですけど、この動画が出てる頃にはもう上がってますので、ぜひ。そんなに面白い回じゃないかな、ステカツ回だからステカツ回だから、ロイちゃんも出演してるんで見てください。で、今日は出かけるって言ったら雨降ってるな、さすがだな。どうしよう、外食セリアさんでさ、ガイアさんの新作のシールが出てるんですよ。釧路にはまだないかもしれないんだけど、新作が出ててすごい可愛くて、でもお小遣いが今本当にピンチだからそれだけ買いに行ってみようと思って。多分ないと思うんだよな、まだ雨降ってるみたいのないかな。一言添えるシールとかあるかな。コミカルライフ、お店行くからお店にしようか。お出かけやめた、こっちにしよう。あららら、よいしょ。机が狭いものでね。今日はこれです。なんでやねん。せっかくの出かける日に雨降ってるからさ、しかも大雨降ってるんだけどうちね傘がないのよ。車移動だからね、雨降っててもこうわーって駐車場から走ればいいから傘っていうものがなくて、結構このぐらいの大雨だとね大変。これは昨日の分ね、昨日の分16時ご飯
彼は今日も元気でございます。元気が一番だな。うさぎのロイヤルチャンネルがさ、なんかすごい伸びてんのよ。動物って国境がないから、外国の方からのコメントとかもで、向こうもさ通じないっていうのが分かってるから絵文字とかでくれるのねだからなんとなく言いたいことは分かるみたいなコメントが来るんだけど、嬉しいですよね。うちらも動物だったら全然外国の方でもさ、その動物を見てるだけでいいから、あんま喋ってないしね、動物チャンネルさん。その動物を映してるだけっていうか、だから言葉はいらないので、ロイヤルがね今世界に羽ばたこうとしてしております。これがねひょうきんじゃない、うちのロイヤルってなんかおかしいこといっぱいするんですよね。なんでそうなるみたいな、ネタ的にはすごい方向でさ、それが多分面白いんだと思うな。私の背中に乗ってパンツのゴムをパチンってやったりとか、アホの坂田練習してみたりとか、面白いことばっかするんだよね。この間なんか視聴者さんに挨拶してたみたいで人間よりできてるから。これ昨日の分でしょ。昨日はね塩サバ。最近さこの生活がやっぱ乱れてきてるから食いしばりがすごいんですよ。で食いしばりのせいでまた噛むと痛い奥歯もあって、これまたね歯医者行っても絶対食いしばりですって言われるやつ。噛むと痛いからご飯を美味しく食べれないんですよね。それが辛い本当に食いしばり辛い。昨日の夜は薬飲み忘れ、歩数昨日なんかしたっけ。何もしてなかったらすごい歩数だと思うよ。じゃーん、お地蔵さんぐらい歩いてない。昨日は虚無だるくて虚無の日でした。体質改善もできてないね。3時には飲めたけど5時に寝て、できたことまあ3時にようやくできたことぐらいかな。そうだ、このペンについて質問が来てたので、お返しもしましたが、こちらでもお話ししたいと思います。私のデイリーを書いているこのペンについて、これユニボール 1F の軸だから、それの青を買ってみたんですけど、なんか全然違う色なんですけど、ユニボール 1F の青、ユニボール1の青じゃないんですかって言われて、これはですね実は中身は違って、前はユニボール1用の青の 0.38 を使ってたんですよ。でもちょっと最近太いペン 0.5 ぐらいのペンが使いたくって、ユニボールシグノRT の青 0.5 っていうのを使ってます。あるかな。ユニボールシグノ RT っていうのがこれです。このタイプよく見るでしょ、文具屋さんで。このタイプなんだけど、これはブルーブラックだけどね、これの青の 0.5 っていうのを使ってみたらすごい良くて、でユニボールシグの RT っていうのはねサラサラ書けるっていうことは知ってたんですよ。これ昔から自分手帳を書くときとか、ほぼ日手帳を書くときとか、これをね使っていて、これ 0.38 ですけど、サラサラ書けて私の手によく馴染むなっていうのはすごい分かってたので、それの青を使ってみようと思って今回 0.5 の芯を買いまして、ユニボール1のボディに入れて使ってます。なんでこの中身の芯はですね、ユニボールシグの RT0.5 青でございます。結構たっぷり出るから若干濃淡もあるし、すごくねサラサラかけていいですよ。 0.38 も使いやすいけど、太い方が好きだったら 0.5 もおすすめ。パキッと見える。 0.38 だと細かい文字をきれいに書ける。ぜひユニボール 1F のねこの軸にも入りますし、ユニボール 1P の太くて短い P の軸にも入りますので、ぜひっていう感じ。これは昨日の分だったね。昨日はちゃんと納品を忘れずに終えてから寝ましたよって。昨日は仕事入ってません。
よし、これで昨日の分が終わりました。はい、では今日の分書けるところまで書いて終わりにしましょう。全体こんな感じ。モーニング、ロイヤル、健康管理、体質改善で、計画帳、こっちね、計画帳、日誌帳、デイリーメモです。そうだ、モーニングのモーニングノートの定義みたいなことをコメントで見ましたけど、私の中では手帳を開いて一番最初に書けばそれは何時であってもモーニングだと思ってます夕方5時に手帳を開いてこれを書くって言ってもこれモーニングでいいと思います。モーニング今日はね、よく私の手帳タイムでもう夜だけどモーニング書くかって言ってやってますけどね。今日は猫あったっけ？猫あった。貼っとこう。かわいい。ロイヤル。今日は体調管理。昨日さ、口のほっぺた、唇の肉を噛みまして痛い。ちょこっとちみってかじるのってさ、口内炎になるじゃん。そうじゃなくてさ、肉ごとグリって噛むことあるでしょ、たまに。それやっちゃって腫れてるこれやるとね、リンパ腺腫れるんですよ。私やだなーって痛いなーって思ってます。油断した。今日のバイタルは測ってありますね。自分手帳の方に書いてある。これのセットアップもしないといけないですね。ランチ、体質改善。起きたの13時。今日も目標は3時にもうずっとこれ書くよねっていつも言うよね。眠気は特になし。今仕事も落ち着いてるからできるはずなんだけどな。でしょ。で、計画帳5時だよね。で、今日のデイリーページ。今日は何の日だろう。書くとこ書いちゃいますか。曇り雨13、4。今日は何の日？アースデイ。地球の日。良い夫婦の日。じゃあ夫婦の方かな。ちょっと地球は壮大すぎるや。良い夫婦の日。カップルのデコすればいいんだよね。よいしょこれゲッターズさんの占い。どういう意味だろう。今日はこちら。かわいい。かわいいね。これで良い夫婦の日なので、いい感じの夫婦カップルがあったらいいですね。別に女同士でもカップルとしていいんだけど、うちは男女なので男女でいきたい。
この辺使おうかな。よし、できました。今日のデイリー、今の時点で書けるところ、予定表ちょっと待ってね、予定表が OK、体調も待って、口内炎だけ書いとこう。口内炎には敏感なんですよ。2週間数えてるから、ちゃんと。今日22でしょ。21に唇噛んだ。肉じゃない、口内炎とはちょっと違うんだよね。ちょっと腫れてる感じなんだけど、一応書いとこう。これ別に外が乾燥してるからっていうの関係ないのが腹立つんですよね。上咽と乾燥、すごい話しにくくなるしさ、嫌なのよね。よし、じゃあ今日はここまでにしよう。はい、ということで今回はロフトネットストアでデコレーションパーティー2026のものを3つほど買いましたという購入品紹介と、手帳タイム、自分手帳のデイズと、デイリーログ書いていきました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。